はいどうも、今回はジャンクで入手したこちらの絶縁抵抗系を修理します。メーカーは日置ですね。型番が3117の13。13は測定電圧によって変わるみたいで、13は 500V、最大メモリ 100MΩ ですね。分かっている症状としては液漏れ跡があって動作しないとのことです。でなぜ今回絶縁抵抗系かというと、今までケーブルを新設した際借りてきてたんですよね。でそろそろ借りてくるのも面倒になったので購入しようと探していたところ、これがあったので購入してみました。こちら古いものなので今販売されているものとは違いレンジ固定式なんですよね。今販売されているのは画面にあるように切り替え式になっています。 100V の場合は 125V、 200V の場合は 250V で計測しますが、接続している状態でなければ高い方がいいと言われているので、個人的には線管が主になるので 500V で固定で十分だと思います。接続状態はダメですけどね。精密機器は多分壊れます。で開封していくんですが、この中身は商品画像で説明があった以外は見てないです。なので開封しながら見ていきます。ここはなかなかダメージあります。説明書入ってますね。いかにも年代物という説明書ですね。そしてキャリングバッグになった本体ですね。以上です。まずは説明書ですね。青ずりのいかにも古いという感じの説明書ですね。しっかり綺麗な説明書ですね。時間が経って色あせてるだけの説明書です。日置電機株式会社入ってますね。日置って長野県の会社なんですね。初めて知りました。で裏側は英語ですね。見るのはこちら側ですけど、説明書に付属品が載ってますね。テストプローブ1組、キャリングケース1個なんですね。乾電池6本、取扱説明書。別売アクセサリーに AC アダプターがあるので、ここにありますね。AC アダプター使えますね。AC アダプターの仕様がないですかね。AC アダプターの仕様があれば AC アダプターの部分でもチェックできると思うんですけど、 AC アダプターの仕様はないですね。センターマイナスかセンタープラスが知りたいんですけどね。後で調べてみます。説明書は以上ですね。次にキャリングケースを開けていきます。結構綺麗ですね。中身はプローブもついてますね。このプローブほぼ新品じゃないですかね。使った形跡がないですね。これはラッキーですね。あと裏側には何もないですね。これを外すと本体が取り出せます。キャリングケースにほぼ破れはないですね。これまた使えますね。本体の外観はこんな感じですね。正面、左、右、下、上、裏側ですね。AC アダプターの仕様書いてありますね。センターマイナスですね。今普通に使われるセンタープラスとはちょっと違いますね。で GC10V になってますけど、説明書だと 6.5V でしたね。これは 6.5V を入れて試してみたいと思います。で電池ケース、液漏れしてたというこの裏側はそうですね。バッチリ液漏れしてますね。この端子だけやたら柔らかいですね。この端子はダメっぽいですね。下側は無事ですね。正面にあるこの電池ボックスも無事ですね。端子無事ですね。こちら側も大丈夫ですね。
まずはこの状態で動作確認をします。で、動作確認をするんですが、内部がショートしてるかもしれないので、電池ボックスのプラスマイナスの入力を探して測ってから動作確認をします。この2つは通電でしょうね。飛んでますね。これはここですね。となると、電池の経路的にはこうなりますね。で、こうです。なので、マイナス入力がここ、プラス入力がここです。これがショートしてるかどうかですね。ショートはしてないですね。なので、電池を入れて、この状態で動くかどうか確認します。そして、プラスとマイナスに電圧が出てるか確認します。出てないですね。とりあえず一番ひどいこの端子とこの端子を磨いておきます。とりあえずある程度落とせたので、この状態で動作確認してみます。これで接触量が治ってれば動くかもしれないですね。プラスとマイナス出てますね。 8.6V、9V にしては低いのは充電の電池のためです。実際プローブを使ってバッテリーチェックをしてみます。このプローブがほぼ新品なんですよね。バッテリーチェックはプローブをバッテリーチェック端子に当てるだけですね。大丈夫ですね。バッテリーのマークのところに行ってますね。こんな感じですね。一応このテスター 1000V まで対応しているので 500V かけてみます。引火してみます。521V 出てますね。大丈夫ですね。全然使えますね。で、正常になったんですが、先ほどの端子中身はどうなっているかわからないので、これを分解します。おそらくすごいことになっていると思います。ネジは4本外せば多分外れると思います。ケースなんかこんな感じですね。で、電池ケースの裏を見るためにこの基板を外さなきゃいけないので、ハンダ付けを外します。これでこの基板が外れるはずです。もう一箇所、このガード端子ですね。これも外さないとダメですね。これで背面基板が外れるはずです。外れました。基板側には液漏れの被害ないですね。綺麗で良かったです。この黒いコードの端子ですね。かなりロクションが出てるので、これを外して清掃します。
返しがついてますね。ということはこちらの奥に返しがあるんでしょう。結構すごいことになってますね。これが本当は作り変えれればいいんですが、ないのでこれを復活させるしかないですね。同じく錆びてるこちら側の端子ですね。黄色のこれです。こちらはそんなに錆びてなさそうに見えますね。これも一応外して清掃だけできればしてみたいと思います。こちらの端子はすごい綺麗ですね。なのでこの表面だけ処理しておきます。とりあえず削ります。サビは完全に綺麗になりましたね。もともとのメッキの代わりにハンダでメッキをしておきます。熱が足りないです。容量の大きいハンダゴテに変えました。こんな感じでメッキできました。まあ多少雑ですけどね、これぐらい大丈夫でしょう。本当は交換があればいいんですけど、こんな交換ないですからね。一番の問題はこれです。かなりボロボロになってますね。これをどうにかしないとダメですね。中側まですごい錆びちゃってますね。こんな感じで限界まで錆びを取っておきました。まあこれで逆に薄くなったんですけどね。まあこれぐらいの弾力が残っている、まだギリギリ大丈夫ですね。ここにハンダメッキをします。これが限界ですね。もっと削ればうまくいくんでしょうが、これ以上削ってしまうと弱くなってしまうので、これでやめておきます。まあまあ大丈夫でしょう。これで次にダメになったら、この端子は板から作り直しですね。電池ボックスは清掃しておきます。大体削り落としました。これで大丈夫でしょう。裏側は大丈夫ではないですね。この部分がなかなか汚れてますね。
で裏側大丈夫ですね。ケースの清掃も終わったので端子を取り付けます。これで電池の端子が OK ですね。次基板を取り付けていきます。これで OK ですね。これで閉じてしまいます。これで OK ですね。ほとんど綺麗ですが、外観の清掃をしておきます。これで電池ケースと外観は終わったので、次この外部入力端子試してみます。 6.5V のセンターマイナスですね。試してみます。電池は入ってないです。バッテリーチェックの端子に当ててみます。大丈夫ですね。外部入力も OK ですね。電池を入れて最終の動作確認をしておきます。まずはバッテリーチェックですね。チェック端子に当てます。大丈夫ですね。 B の帯に触れれば OK です。では簡易的な漏電状態を作り出して測ってみます。容器に水を張って VVF の切れ端を浸して測ってみます。こんな感じで十分でしょう。でプローブを接続します。で測ってみます。1メガオームぐらいですね。触れてる面積が小さいのでこんなもんだと思います。量を増やせばもっと漏電状態が起こります。測ってみます。0.05 次ぐらい。100V で 0.1、200V で 0.2、それ以上はそれ以上あるんですけど、なのでこれで使えないですね。先ほどの少ない状態の
1メガオームぐらいは一応使えるんですが、理想は無限ですよね。で、構成はしません。構成するぐらいだったら本体変えてしまいます。構成をしなければならないという決まりはないんですけどね。なので大丈夫だと思います。最後に忘れていたキャリングバッグの清掃をしておきます。結構綺麗なんですけど、ところどころ汚れてるんですよね。これで完了ですね。ということで今回は日置の絶縁抵抗系3117を修理しました。このチャンネルでは今回のようなジャンク品修理や DIY をしています。内容がいいねと思ったらグッドボタン、また見たいねと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。